今日はとても簡単なプルオーバーを作っていきます。作り方は四角形を2枚用意して、それを縫い合わせて作ります。増し目や減らし目がないので簡単です。それと今回小さな工夫を2つだけしていて、着心地がとても快適になります。模様編みはこんな感じで、繊細で綺麗な模様になっています。とても簡単なので、よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はセリアさんのソロフィム、カラーナンバーは1番、材質はアクリル 100%、 使用界隈の目安は4から5。これを今回8号で編んでいきます。この糸はこんな感じで少し光沢があって綺麗な糸になっています。で、太さは 1.5 ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。作り方を説明します。今回四角形を2枚作って、それを縫い合わせてプルオーバーの形にします。ただ今回前を少し幅を広くして作っていきます。前の方が少し広くて、後ろは少し狭くします。これで縫い合わせると、端から肩を縫い合わせると、前が少し余って、この部分が襟ぐりの形になります。肩を縫うだけで簡単に襟ぐりの形になります。この幅の変更は最初の鎖の数を変えるだけで幅が変わります。私は後ろを約60センチ、女性ものの L サイズで60センチぐらい、前は70センチぐらい、これぐらいで作ろうと思っています。その場合、私は鎖103、鎖103編んで60センチにしました。前は鎖121、121編んでだいたい70センチ、これぐらいのサイズにしました。これは L サイズなので、小柄な方はもう少し幅を狭くします。ゆったりサイズにしたい場合にはもう少し幅を広くします。このサイズの変更をする場合には6の倍数プラス1にします。6の倍数プラス1であればどんな数でも大丈夫です。まず鎖編みから始めます。私はこの後ろの方から編んでいきます。だいたい60センチにするために、私は鎖103、ただここではサンプルとして小さく編んでいきます。それと最初に編むこの糸端、これは後で使えるので少し長めに残しておきます。途中からスタートします。この鎖編みは少しだけゆったりと編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。1段目は細編みをしていきます。細編みをするので、鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み。表でも裏でも大丈夫です。私は裏に針から1、2、細編み、次もこのまま端まで
細編みをしていきます。端まで来ました。次はこの扇形を編んでいきます。まず鎖1つ、裏返して鎖の根元に細編み、鎖1つ、足元2つ飛ばして3つ目に長編み、鎖、長編み、同じところ、鎖、足元2つ飛ばして3つ目細編み、これを繰り返していきます。鎖123、123、鎖、足元123、この端の細編み、これが2段目。次はこの玉編み、まず鎖3つ、123、裏返します。下のこの三角に針を入れて玉編み、玉編みは未完成の長編み2つ、三角の中、これが未完成の長編み、もう一度、これで未完成の長編み2つ、これを一度に引き抜いて玉編み、鎖1つ、あと同じことを2つ、玉編み、鎖1つ、また玉編み、一度に引き抜いて玉編み、玉編みの次は鎖1つ、これを繰り返していきます。次の三角、鎖、鎖、
鎖、で最後は鎖を編みません。玉編みの次にすぐ長編み、端の細編みのこの2本の糸の下、これで3段目。次はこの四角を作っていきます。鎖4つ、1、2、3、4、裏返します。でこの玉編みと玉編みの間、長編み、これで四角ができました。次も四角、鎖1つ、玉編みと玉編みの間、次も鎖1つ、玉編みと玉編みの間、これを繰り返していきます。で最後はここにも四角を作ります。鎖1つと最初の鎖、下から3つ目、ここに長編み、上が2本で下は1本、長編み、これで四角ができました。で次も四角を作っていきます。今回この四角を3段、次は鎖4つ、1、2、3、4、裏返してまた同じように四角、この長編みの上、次もこのまま端まで編んでいきます。端まで来ました。最後も四角を作ります。鎖1つと下の鎖の下から3つ目、ここに長編み、これで最後も四角ができました。次はこの四角、今までと同じです。鎖4つで四角、これで端まで編んでいきます。四角を3段編んできました。次はこの細編み、この模様を繰り返していきます。次は細編みを編んでいきます。鎖1つ、裏返して根元に細編み、
次は四角の中、四角の中に針を入れて細編み、次は長編みの上、四角、これで端まで編んでいきます。細編みで端まできました。最後の四角にも細編みをします。まず四角の中、最後は鎖の下から3つ目、上が2本で下は1本、細編み、次は覆い型、鎖1つ、さっきと同じです。鎖、これを繰り返して端まで編んでいきます。このまましばらく編んでいきます。少し伸ばして測って34センチ編んできました。最後は四角3つになっています。模様の数を数えると12345で、これはこれから作るプローバーの下半分、この部分になります。これからこの部分を編んでいきます。これは幅を少しだけ狭くして編んでいきます。今まではこう編んで、ここからは途中でストップして、ここからまた同じように編んでいきます。で、この四角3つの次からスタートします。裏返してこの向きに四角を編んできました。糸端はここにあります。ここから幅を狭くして編んでいきたいので、ここでストップします。ちょっと戻って、ここから次の段で、今までと同じ模様にしたいので、この細編み、鎖1つで裏返して根元に細編み、四角、これは今までと同じです。この部分が袖ぐりになります。で、この細編みを端まで編んでいきます。これは今狭くしたところがこちら側はずっとまっすぐ編んでいきます。幅を狭くしないでこのまままっすぐ編んでいきます。こちら側だけ狭くして、今ここで狭くしたので、これからはまっすぐ編んでいきます。こんな形にしていきます。で、これは前も後ろも同じです。片方だけを狭くして編んでいきます。そこから測って52センチ編んできました。模様の数は全体で1234567個。最後の四角は5つになっています。12345、その上に細編みを1段で、最後の糸端は少し長めに残して切っています。で、次は表と裏を確認します。最初の細編みが表の方が表、ずっと編んでいって、最後の細編みが表の方が表、
この玉編みも表になっています。次は肩を縫っていきます。肩を縫うときには内側を表にします。こっちが表、こっちも内側を表にします。これで内側が表、端と端を合わせてマーカーをつけます。こっちも端と端を合わせてマーカーをつけます。端から合わせてマーカーをつけました。こっちも同じ。私はこんな感覚でマーカーをつけました。これは後ろ身ごろ。端から17センチ。間は24センチ。こっちも同じ17センチ。で、前も同じようにマーカーをつけます。端から合わせて同じ長さにマーカー。こっちも同じ。こんな形の襟縫いになります。で、これはちょうど好みの長さにするのが難しいので、端から縫っていって、で、留める前にこちら側からも同じように縫っていって、ここで頭を通してみて、で、好みの長さにします。で、どちら側から縫っても大丈夫です。肩を縫っていきます。まず端と端を合わせて、手前から糸が出ています。このまま向こう側、これが一つ目の細編み、2本の糸の下。で、今度は手前の細編みの2本の糸の下。で、向こうは同じところ。これでつながりました。次から一つずつ合わせていきます。端から1、2、2つ目の細編みの2本の糸の下。向こうも1、2、3つ目。で、この糸はあまりきつくならないように編んでいきます。縫っていきます。このままマーカーをつけたところまで縫っていきます。このままマーカーのところまで縫って、そこで一旦休んで、反対側、こっちも同じように端から縫っていって、そこで頭を通して好みの長さになるまで縫っていきます。端からマーカーのところまで縫ってきました。私はここまで縫って、反対側も縫って、で、頭を通してみて、で、もう少し狭くした方が良いようだったので、2センチぐらい狭くしました。こっちも同じ。で、好みの広さになったら、針で始末します。最後の針を入れたところ、同じところにもう一度、これでしっかりとさせます。あとはほどけないように
反対側も同じように糸始末をします。次は脇を縫っていきます。ここが肩、ここが袖ぐりになるところ、ここには角があります。裾からこの角まで、この範囲を縫っていきます。こっちは角があって、もう片方はまっすぐ。これを揃えて、この長さだけ縫っていきます。今まだ内側が表になっています。で、揃えて、で、手前から糸が出ています。このまま向こうの角、ここには細編みがあります。この細編みの下の方、2本の糸の下で、もう一度同じところ、この細編みの下の方で、向こうは同じところ、これでつながりました。次はこの細編みの上の方、入れやすいところ、向こうもこの細編みの上の方、次は次はこの細編み、この細編みと向こうのこの細編み、で、次は鎖3つ。この鎖3つには2回針を通します。だいたい2回。こっちもこの2つ。目立たないように針を入れていきます。ここはあまりきつくならないようにしていきます。次また鎖3つ。ここには2回。向こうは長編みになっています。で、また長編み。次は細編み。ここにも細編み。次からまた2回ぐらい。大体で大丈夫です。このままこの角のところまで、この角と同じところまで縫っていきます。角まで来ました。最後はもう一度針を入れて、しっかりとさせてから、あとはほどけないように隠します。さっきと同じように隠していきます。最後に袖を作ります。
こんな感じにしていきます。編み方は今までと同じです。だからあまり難しくはありません。今、表が上になっています。表を上にして、脇の下に当たる部分からスタートします。ここが袖ぐり。ここは脇の下に当たるところ。ここぐらいからスタートします。この縫い合わせたところ。今、表が上になっています。で、新しい糸。で、大体で編んでいきます。まずこの扇形から編んでいきます。細編みからスタートします。鎖一つと根元に細編み。後で見分けにくくなりそうだったらマーカー。鎖一つ長編みと今までと同じ感覚で編んでいきたいので、だいたい1、2、3大体で間隔を揃えて扇形を編んでいきます。鎖一つ1、2、3ここぐらいに細編み。これで扇形ができました。次も鎖一つ足元2つ飛ばして3つ目はこの細編み。1、2、3また同じぐらいで編んでいきます。これで一周します。ちょうど扇形の模様で一周ちょうどにはならないんですが、ところどころで調節して大体で模様を揃えます。一周編んできました。これが最後の扇形。これが最初の細編み。鎖一つを編んでから最初の細編みに引き抜きます。これでつながりました。次はここ玉編みを3つ。まず鎖3つ。1、2、3下の三角に玉編み3つ。今までと同じです。鎖。次も同じ三角に玉編み3つ。これで一周します。玉編みで一周してきました。最後の玉編み。ここでは鎖一つを編まないで、すぐこのまま鎖の下から3つ目、ここに引き抜きます。これでつながりました。最後は鎖編みをしていきます。まず鎖3つ、3玉編みと玉編みの間、ここに引き抜き編み、また鎖3つ、引き抜き編み、
鎖3つ引き抜き、これで一周します。鎖編みで一周してきました。これが最後の玉編み。ここにも鎖3つ、下の鎖の下から3つ目、ここに引き抜きます。で、鎖1つを編むようにして糸を切ります。これを整えて、あとは裏でほどけないように隠します。反対側も同じように袖を作ります。その時、この覆い型の数が同じになるようにします。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。着る時には襟ぐりを広くしたので、こんな感じのシルエットになります。襟ぐりが広いので首元が綺麗に見えます。模様編みも綺麗に出来上がりました。全体的に大きく作ったのと、あとこの袖ぐりの下の部分、ここに厚みを作ったので着心地がとても楽ちんです。袖ぐりの縁はこんな感じで、他と同じ模様編みで編んでいるんですが、とても可愛く出来上がりました。ここと同じ編み方なので簡単です。とても可愛いプルオーバーになりました。サイズを測りました。上から下まで52センチ、横幅65センチ、襟ぐりは64センチ、袖ぐりは20センチの3センチ。使った糸の重さは 270g。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。